11月11日 NCT ドリームが When I'm With You でカムバックしました。わー。噛んでませんでした。わーじゃないよ。押し切ろうと思ったんで。11月11日 NCT ドリームが When I'm With You でカムバックしました。微妙？いや、ドリームがちょっと怪しかった。あ、ドリーム。ドリームですよ。そっちかい。混乱してる。11月11日 NCT ドリームが When I'm With You でカムバックしました。わー、ブラボー。いいでしょ。使わないと思うけど、この前に噛みまくって、ね、何テイクもした。だから今回のがなりは一番良かったやつということで。ご容赦ください。はい。俺も今から言わなきゃいけないね。緊張してきた。そうだよ。ドリームね。When I'm With You は NCT ドリーム4枚目のフルアルバム。こっちが怪しい。4枚目のフルアルバム。ドリームスケープのタイトル曲です。はい。で、ドリームスケープって聞くと、あれ前回のアルバムのタイトルと一緒じゃなかったっけみたいな。はてみたいなこと思っちゃう人いると思うんですけど、前作にあたるその、ザ・フィフスミニアルバム、ドリーム、スケープと書いて、ドリームエスケープ呼ぶので、違うタイトルではあります。かなり似てるけど。別物だっていう認識がちゃんとできてたとしても、ドリームエスケープのリパケかなと思う人も、いるかなとは思う。説明としては、単純にそのストーリー、スペクトル的に、続編というだけで、アルバムとしてのつながりはない。もう少し変えてもよかったんじゃないかな。一応だからそのプレスリリースには、暗くて無感覚になった現実から抜け出して、理想的な夢の空間を探し出した NCT ドリームの2回目の旅を描いた。だからドリームエスケープの方でも夢の旅を描いてて、今回も夢の旅を描いている。なるほどね。夢の旅第2話。みたいな形だから、こんだけタイトルを近くしてるってことですね。NCT ドリームはその前作、ドリームエスケープのタイトル曲スムージーで、これまでになかったダークヒップホップ。な感じ。我々漆黒とか、そういう表現をしましたけど、それでめちゃめちゃかっこいいというか、MV もザラついてる感じでっていう、そういう新しいスタイルを披露して、我々的にもというか、シズニ的にもというか、その新しいドリームだ、感じでめっちゃ湧いたんですけど、ドリームはそのまま3回目のワールドツアー、ワルツ、ザ・ドリームショー3、ドリームエスケープ、にそのまま突入しました。で、日本でもドーム公演をやって、そのドーム公演でも披露された日本セカンドシングル、ムーンライトをリリースしました。だから、普通は、MV っていうか楽曲リリースしてから日本公演始まるんだけど、ドリームの場合はコンサートでやって、そこで披露したやつをその後にリリースする。日本公演は5月なんだけど、6月にリリースはちょっと逆のやり方というか。そういうのいいよな。こっちの方がファン的には優しいというか。とは思うんだけど。ただ、そのツアー自体は5月のソウルから始まってるんだけど、その4月半ばにロンジュンが健康上の理由で活動休止となりまして、卒業システムがあった時以来の6ドリームとなりました。はい。久しぶりですね。いいことではないけど。前は悪いとかじゃないよね。ね。そういうシステム。システムだったからね。今回はだから悪い理由でなってしまったということなんですけど、で、そのロンジュンが復活したのは8月末。だからその、今言ったワルツ基準で言えば、アメリカ大陸ツアーの前で、ドリーム初の英語シングルとなる、レインズ・イン・ヘブンのミュージックビデオです。で、そこでセブンドリームが復活と、4ヶ月ぶりにという感じなんですけど、ただその MV とか音源に参加しただけで、その後のツアーもずっと6人体制で行ってきました。懸命かな。だから、レインズ・イン・ヘブンは、そのアメリカのお客さんに聴かせたい曲という英語シングルの立ち位置で、ムーンライトは日本のお客さんに聴かせたい曲っていう。でも大変だな、それ。ありがたいけど。で、その6人で行ってて、で、今回のドリームスケープのカムバックで完全復活となったので、多分この後のツアー、ヨーロッパとかのツアーから復活するんだと思います。そこからセブンドリームに戻るんだと思います。そのロンジュ復帰となったフォースフルアルバム、ドリームスケープには、その英語シングル、レインズ・イン・ヘブンも収録されてて、で、他には看板の直前、11月8日、MV が先行公開されたサブタイトル曲、フライングキス。で、こちらは、ヘチャンが単独作詞を務めてて、ヘチャンは他にも収録曲のベストオブミーっていう、BTS かなみたいな感じの曲の単独も務めてます。で、多分なんですけど、メンバーの単独作詞の曲が収録されるのはドリーム史上初だと思います。なんかこれまでも聞いた記憶はない。みんなで参加とかある。マークオンタイは別として。単独は多分初です。
で、他にも I Hate Fruits っていう収録曲では、そのラップ番長マークが単独で作詞を務めてて、ラップ曲とかじゃないんだよ。普通の曲なんだけど。だからラップメイキングだけじゃなくて、そうそうそう作詞もやってるってことね。だから単独作詞曲が今までなかったんだけど、これが3つも入ってるんですよ。4枚目のフルアルバムなのに。1枚目でやるんだったら、そういうことやっていくんだなって感じだけど、ここに来てこうちょっと革命的なことが起きてる。しかもそのうちの3つあるうちの1つはサブタイトル曲なんですよ。そうか。ヘチャの才能が急に爆発したっていう2曲もあって、だって作詞の遍歴で言うと、そのみんながやってるやつとか含めて、4曲しかないんですよ、ヘチャはね。そのうちの2曲が今回入ってて、1曲はサブタイトル曲になって、MV もついてる。だからまあ、やっぱり人って辛いことがあると、こう、制作意欲とか湧いてくるのかな。没頭するね、そっちにね。なんかこう、人生観が変わるのかな。なんか表現したくなるみたいな。何がとは言いませんけども、という豪華な内容の11曲が収められたアルバムなんですけど、我々はその前回のスムージーの動画で、大幅カットしたにもかかわらず50分という、土地狂った動画を上げてしまいまして、話が盛り上がりすぎて、多分1時間50分とか撮ってたんじゃないかな。40分。その素材を50分にカットして、やったー短くしたと思ってあげたら50分だったっていう。アホみたいなことしてまして。そして全然見られてないですね。そう、そのせいでだと思うんですけど、しかもその後のレインズ・イン・ヘブンも収録したんですけど、他の動画が忙しすぎてやむなくボツっていう無計画っぷりを発揮しまして、まあ、うち、イリチルの動画は結構上げてるし、上げてるんだけど、ドリームアイも結構あると思うんですよ。ナムグルでは。だけど、まあそういう失敗の歴史というか、うまくいってない歴史がありまして、なので、今回は動画を確実にアップするためにも手短に行きたいと思います。ということで、他の曲とかすっ飛ばして、モノツリーのファンフィョンとかが単独作詞してる曲とかあるんだけど、それはスルーして。はい。残念。ということで、タイトル曲の When I'm With You は、これあれなのかな？英語堪能な人はスラスラ言えるのかな？それは言えるでしょ、When I'm With You。堪能じゃないことが分かっちゃう。When I'm With You は中毒性のあるサビが印象的なハウスベースのエレクトロニックポップナンバーで、歌詞にはドリームスケープで出会ったあなたに夢中になっていく自分の姿とあなたと一緒にいる時に感じる複雑な感情を表現。この一文はよくわかんないけど、このようなことが歌詞では言われてた。という感じなんですけど、まあ、ロンジュンが書いてきたセブンドリームはいかがですか？フライングそっちはさ、わざとやってんの？フライングキスからでいいんですか？もちろん。てかまあ別に混ぜて話してくれてもいいけど。あれどうも、さ、ストーリーちょっと繋がってるよ。わかんなかった。まあいい、じゃあ大丈夫です。いや、とにかくさ、まとめて言っちゃうと二つとも曲がめちゃめちゃ良くて、で、フライングキスを聞いたときに、ヘちゃんちゃんの単独作詞。ヘちゃんちゃんの単独作詞曲。噛みまくってんな。フライングキス。なんか、やっぱりちょっとこれまでとは違うなっていうか、デビューの時はさ、可愛い、もうこの野郎みたいな可愛さがあったじゃん？チューインガムとかさ。で、その後ちょっとシップになってさ、リリンとかでさ。で、その後こう、ソース混ぜ始めたりしてさ、変な要素が入ったりさ。そう、だから俺ね、シックになってる時期はあんまりイメージないけど。ソース混ぜ始めたぐらいと初期のイメージが、グループのイメージとしてはそっち。まあ確かにね。だけど、MV も曲も、美しい感じ。ジャンルは同じじゃないけど、似たようなところで言うと、ハローフューチャーかなって思うんだけど、あれはその未来への希望みたいな感じでさ、鮮やかさみたいな感じだけど、今回は。ちょっと向こうの方がリアルだよね。こう幻想的な感じがすごいたくさん出てるから。そう、だから K-POP おなじみの無限的なさ、MV の、メンバー一人一人のビジュアルがっていうのは別にもう言う必要はないんだけど、とにかくその美しく撮られてたでしょ。はぁみたいな。肌の質感とかも当然エフェクト使ってるっていうのはあるんだけど、結構強めにかけてるよね。そう、光の当たり具合っていうかさ、それがすごい綺麗だったし、何よりもサビね、びっくりした。時間が詰まったようなさ、ダダ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 みたいなさ、あれすげえいいし、だからその時点で、フライングキスいいけど、これで来るってことはどうなのかなっていうふうには別に心配はしてなかったけど、いたんだけど、When I'm With You は美しかったし、楽しかった。その様相が変わってるというか。そう。少し明るい要素が入ってきてる。いやだから、間違いねえな、ドリームって。やっぱり思ったよ。もういろいろその曲調もそうだし、一番やられたのは、2番の後のラップパートかな。全員繋がるね。そう、4人のとこ。あそこでさ、やっぱりなんかグルーヴが1個また上がるみたいな感じでさ、初見で見たときに、あれ何これめちゃめちゃかっこいいんだけどと思ってすぐ巻き戻しちゃって。で、その後連続で10回ぐらい見返した。良すぎて。で、しかもさ、ラップパートのさ、最後、ジェノンのところのさ、見た腕。
こういう風にやるときのさ、こうめくってんだけどさ、またマッチョだった。ここにね、筋入ってんの。みたいな。筋担当が。今回もだからコンセプトフィルムみたいなのがあるんだけどさ、一人だけさ、なんか縄で重いものを引っ張るみたいなさ、パワー系の役やらされててさ、やっぱりもう肉体キャラに完全に定着しちゃったんだな、みたいな。いやー、美しかったよ。ここも美だったよ、この筋。あとこの、サムアップのこう、クッっていうやつと、ふってこう、裏返る最後。あそこも良かったし、あとメンバーで言うとさ、3回転するところあるじゃん。終盤に。あそことかすげえよ。もうなんか。綺麗で。ちょっとさ、こう、スピードがさ、全部違うみたいな。デニム履いて上、みんな白で統一されてる道が通ってる。そう。まあエンディングのシーンでもある。あの回転はドリームっぽくないというか、新しいドリームで。そう、だから振りで言うとさ、なんかこういうのあるじゃん。さ、やっぱドリームといえばさ、なんでもない振りをかっこよく見せる。俺別にさ、見慣れたような振りなんだけどさ、めちゃめちゃいいな。でも、昔のやつはやっぱり、まあ、ホットソース以降っていう限定になるのかもしれないけど、面白かったじゃん。面白い感じはほぼないよね。そうだね。単純に綺麗とか、かっこいいとか、体感すごいな、みたいなことばっかりをこうっていう。あと、目のアップ。多分、俺は直感で、ロンジュンだなって思ったんだけど、ロンジュンで合ってるか？ロンジュンだと思います。そう、そこも良かったし、一回も名前出てきてないけど、チョンロのビジュアルも良かったね。髪型とか。なんかさ、ちょっとこう、シュッとしたさらに。まあでも俺、いつも顔を見るたびに、チョンロは、なんか若干印象いつも違う。まあ、フライングキスの時も思ったけど、なんか見間違えたりも一切しないけど、誰とも思わないけど、あれなんかちょっとこんな顔だったっけなっていうのを毎回ちょっと思う。それは成長してるっていうことなの？どうなんだろうね。わかんないけど、なんか毎回思うから。いいも悪いも全然ないんだけど、それに対しては。そういう個人的な印象があるわ。そのつながりで言うと、ロンジュンちょっとだけふっくらしたような印象があってさ。そうね。そう、だから、なんかね、俺安心したの。ちゃんと食べてるんだと思って。そうなのかな？それが理由なのかな？わかんない。と、俺は解釈したのね。だから、お休みがあってさ、まあ、その間もいろいろあったじゃん。っていうのもあったから、なんか、そのちょっとふっくらした、こう、丸くなった顔を見て、なんか、順調に回復してるっぽいぞ、と思って、俺は一安心っていうところもあったんだけど。そうだといいよね。そう。あとは、サビの、3回サビあるところの構成が、俺これめちゃめちゃいいなと思って、1番が、ほぼそのバックトラックだけで踊るんだよね。で、2番になると歌詞がついて、で、最後は、それこそその、マーク、ジェミン、チソン、ジェノのところでラップパートが、そこに乗るんだよね。そういう構成なんだ。そう。だから、それを、なんかね、なんでこんなに盛り上がる感じなんだろう。確かにね、静かな曲っていうか。めちゃめちゃだから起伏が座ってあるわけではないんだけど、そういう構成にちょっと工夫がちゃんとあるってこと。そう、厚みが出てくるっていうかさ、ちゃんと大サビっぽくなる感じ。この構成は見事だなと思ったから、もうフライングキスから、When I'm with you まで、もう完璧でしたよ。最高でしたよ。これだからさ、要するにまあスムージーでこれまでにまあなかったドリームのイメージみたいなのをこうバーンと打ち出して、ダークでヒップホップ全面押し出して、まあ今までのドリームとはだいぶ違う形を出したっていうので、今回もこう最近のドリームとはだいぶ違うじゃん。だけど、ワルツと共にリリースされたムーンライトとレインズ・イン・ヘブン、プラスフライング・キスまで繋げると、ここ3曲はこういう感じなんだよね。そうか。そう。最近、こう、ドリームが今までなかったことやってんなっていう、まあその変化みたいなのを当然やってるってことなんだろうけど、最初にさ、こう、電車の模型がバーって、それをみんなが見てるみたいなところから始まるから、まあ一応旅ってことを表現してるっていうか、電車に乗ってどっか行くみたいな話なんだけど、なんか一応 MV のストーリーの説明としては、夢で見た虹を探しに出発する7人のメンバーの旅を描いたって書いてある。虹って何ですかみたいな。虹なんて一切出てこないじゃん。でも多分これはフライングキスが、花がたくさん出てくる話じゃん。あれなんで花が出てきてるかっていうとさ、トレーラーフィルムでさ、コンストラクトアニュードリームスケープっていうやつで、なんか最初みんながこう図面描いたりとか、なんかいろいろブループリントを作ったりとか、模型作ったりとか、なんか試作品を作ってて、そのジェノがなんか重いの引っ張るのもそれの一つなんだよ。なるほどね。で、最後に作った世界観として描かれてるのかわかんないけど、花一面のところにこう7人が立ってるみたいなところで終わるんだけど、そこから繋がってフライングキスの花のやつに始まる。で、今回は電車でさ、リンゴを落としてさ、ぶつかるシーンでさ、こうみんながスローモーションになるじゃん。あの時にさ、こう、ジグソーパズルが落ちてきたりとか。あと、ヘちゃんが最初に出てくる設計図みたいに持ってったりとかさ、クリスタルのやつ動かしてたりとかするの。あれがトレーラーフィルムで描かれてた設計図っていうか模型の図なんだよ。だから、多分、この、一切描かれてない虹っていうのは、一番最後に出てくるこの、
青空の中にあるっていうことでもあると思うんだけど、その花のことなんだよ。多分、フライングキスの一番最後のところで天井からさ、花みたいに描いてる虹色のドレープみたいなのがバーって出てる。あ、そんなのあったっけ？そう、天井にそれ作られてて、まあ花とも見えるんだけど、それを多分虹として捉えてて、だからフライングキッスで見た虹を追いかけてるっていうのが、この When I'm with you のストーリー。虹が一切出てこないのはそういうことっていうか、あれを追い求める話。ことなんだと思うんだけど。で、まあ、その、電車が出てくるじゃん。だから一応なんかリファレンス元的なのは銀河鉄道なのかなと思うし、まあ、39か夜なのかはわかんないんだけど。まあでも、飛んでくもんね。アルバムに沿ってさ、パンヒョンの曲があるっつって、あれがパンっていう曲でさ、ナイトポエムっていう英題がついてるんだけど、それがあるから、まあ多分夜の方かなっていう気はする。ああ、銀河鉄道の夜のね。そうそうそう。カンパネルラーレね。まあその辺のイメージっていうかリファレンス元なのかなっていう気はする。だ ISTJ だ。あれとかもなんかバックトゥーザフューチャーをリファレンスして。ああ、はい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 。ああいうこと言ってるから、多分それも今回もそういう感じなのかなっていう。だからあと、繋がってるところで言うと、リンゴが落ちてきてスローモーションになってさ、マークがさ、こう水をバッてこぼす。透明のメガネをかけてる。あれさ、すごく俺、マークに似合ってて、めちゃめちゃ可愛いなと思ったんだけど、あのメガネ、フライングキスの一番最後、軍の時に、マークが頭の上に乗せてる。ああ、よく気づいたね。そう、だから、やっぱこれストーリーをちゃんと繋げてて、歌詞もさ、結構繋がってるっていうかさ、ヘちゃんの単独作詞だっつってるけどっていうか、かなりこのアルバム制作に、今回のコンセプトはこれでこういうのをメインのタイトルにするから、それに合わせた歌詞を書いてっていうのを、ヘちゃんが、はい、わかりましたみたいな感じで、その、手だれの作詞家みたいなさ、感じで多分仕上げてるとしか思えない成り立ち方っていうかさ。あ、でも逆パターンもあるんじゃない？ヘちゃんが書いたものからイメージを膨らませてってこと。俺、いい詩書くねみたいな。でもさ、だってタイトル、ドリームスケープにしてんだよ。そこまで、だってドリームスケープありきじゃん。はいはい。そうかそうかそうか。で、まあ、その可能性も全然あると思うんだけど、なんでこんな急にさ、メインプロデューサーみたいなぐらいさ、重要なポジションをさ、単独作詞4作目っていうか3作目かはわかんないけど、ヘちゃんになってるのかがよくわからないっていうか、まあそれが不思議なんだけど、まあでもフライングキスもさ、やっぱりこう、ヘちゃんのボーカルがいいとかっていうのはまあ当然あるし、自分の書いた詩のさ、めちゃめちゃいいところを自分で歌うってどういう気分なのそれを言ったらさ、いい歌詞書けたわと思いながら歌ってんのかなとか思うとさ。それを言ったらソヨン大先生とかさ。ああ、まあ確かにね。ソヨンはもうあれでしょ。感覚麻痺してるでしょ。それ自分の作品だなんてことを忘れながらやってんじゃん。まあでもいずれにしてもどっちが先にしろ、今回ヘちゃんの作詞っていうものが結構重要な位置を占めるっていうことだよね。そう。で、まあ話ちょっと戻ると、俺はね、このスムージーで一回ぶっ壊したこの流れっていうのが、単純に、ホットソースとかのイメージが俺が強いって言ったのは、ドリームは結局、まあチューインガムも含めて、ずっと少年だったんだと思うんだよね。で、卒業システムを撤廃したっていうのは、まあそのマークの人気があるからってことは当然なんだけど、その少年っていうイメージを継続させたかった。NCT のさ、他のメンバーも同じように年を取っていくから、少年ポジションはずっと変わらないわけだよ。まあ、ウィッシュが入ってきちゃったから今それがちょっと変わってるってことなんだと思うんだけど。だからずっと少年のイメージで、そのイメージを壊したがってるんだと俺は思ったのね。思ったというか、まあ、全然流れで、そういう遍歴を踏もうとしてるんだなっていうのを、変化の流れみたいなのを感じてたんだけど、まあ、さっき言った通りさ、頭の上でふにゃふにゃってやったりとかさ、あとジェミンのさ、シュピンみたいなさ、こう手がピュンっていう。はい、あった。思い出した。なんか、ジェミンだけやけに切れてたけど。だああいうのって、ちょっとあそこだけドリームっぽいっていうか、コミカルにはなってないんだけど、ちょっと変っていうかさ。わかる。そう、だから、そこに少年っぽさとか、無邪気な感じ。まあ、あとだからオープニングもさ、ジェミンのさ、シグネチャースマイルから始まるじゃん。歯がキラッキラしてる。まあ、フライングキスでもこう、なんか、ゼリー状の涙が、じわじわーんって浮いてくるみたいな。一撃必殺の笑顔あるじゃん。あれから始まるっていうところも含めて、ムーンライトとレインズ・イン・ヘブンとフライングキスでやってたというか、のところに、もともと持ってたドリームの少年らしさを、サビとか顔のアップ、まあ目のアップもそれにちょっと関係してるのかもしれないけど、もともと持ってたドリームの少年らしさを今回足したっていうのが、今回の曲なのかなっていうのを思ったんだよね。だからもともとは、現職ドゥンバキ、ボーイ少年のドリームを
そっから大人の変化を描いてるんだろうなと思ってたんだけど、どっちかっていうと、一回その子供のイメージを壊して、そっから成熟した少年。青年とも言えるけど、思春期じゃないけど多感な時期。その制作意欲とかも含めて、全部のストーリーを含めた話だけど、完全な大人っていうんじゃなくて、その間の時期、葛藤とかを覚える。その雲とかさ、水没とかっていうのは、その障壁とか葛藤とか、困難みたいなのの象徴として出てくるみたいなところで、で、今回のさ、2作でさ、ドリームと向き合ってるわけよ。グループ名である、その、まあ、メインテーマと言ってもいいよね。ドリームエスケープとドリームスケープで、夢っていう自分たちの本題と向き合ってるっていうこと。だからそれが夢と現実に揺れ動く。こう、まあ、実年齢は実際それよりもう少し、こう、ちょっと上のイメージあるんだけど、それぐらいの年齢っていうかさ、少年は夢に向かってこう、突き進んでいくし、大人はそれを諦める時期っていうところの、その間の時期、少年と大人の間の青年のモラトリアムみたいな空間を描いてるっていうのが、今のドリームの立ち位置なのかなと思ったんだよね。俺は大人になったドリームが見れるみたいなことを勝手に思ってたんだけど、その一個手前の段階、大人になろうか子供のままでいたいって思うみたいなのの葛藤みたいなのを描いてって、その先にこういう明るい未来があるよねっていうのが多分この一番最後のみんなのダンスシーンで描かれることなのかなと思ったんだよね。なんかあれじゃないそれこそさ、その、虹を追い求めてみたいな話があったじゃん、でも出てこないじゃん。だからイコール、虹7色。ドリーム7人。その、これからのドリームっていうのを目指してるっていう意味合いもあるんじゃないの？そうね、歌詞もなんか7つのシーンを、みたいな歌詞ある。あるある。その辺の、だから論樹復活も含めて、この7っていうのを改めてフォーカスするっていうところも含めて、青年ドリームを今ここでもう一回やるっていうのを多分やってるのかなとは思ったし、スムージーから見たことないドリームが始まったんだけど、どんどん見たことないドリームが見れるっていうことなのかなとは思ったね。俺の想像よりは少し若い印象だったんだけど、それで、余計こっちの方がおもろいかもって思えるような印象の曲だったなっていう。そう、スムージーはさ、スムージーで衝撃だったけどさ、だからそれの自作がどうなるのかって思ってたらさ、振り幅すごいじゃん。そうだね。だから、そっちに舵を切るんだ感じで驚いたのもあるし、でも結構納得度高かったな。この出来を見るとっていうのは思ったけど。だって漆黒からさ、まあ、カラフルというかすごいこう、ふわふわっとしたキラキラっとしたような感じにバチンっていってさ、で、その成長まで見せるみたいなところだったから、いやー、さすがでしたよ。本当にいいなと思った。まあ、ドリームってさ、歌うまいよね。その変な曲ばっかりやってるけど。まあそこがちょっと、なんていうかな。イリチルはその歌をメインにっていう感じじゃないじゃん。まあもちろんドヨンとかいるしね。ヘちゃんもいるんだけど。そこはちょっとやっぱりカラーの違いだったりするかもね。まあ美しい声の持ち主が何人も、ロンジュンとかもね、含めて。だマークはちょっと置いといても、ソロデビューが差し置かれてるヘちゃんとかさ。それか、まあ他の、まあ別に、俺はジェミンとかでもいいと思うんだけど、そろそろドリームだけやってるぜ。からソロデビューが出てもいいかなとは思うけど。それでどういうイメージをやるのかみたいな。まあドヨンとかかなりこう、ソロシンガーとして認知されてきてるから曲出してるから。なんかドリーム勢をなんか曲出してほしいな。じゃあチョンロで。ヘちゃんじゃないんだ。いやだって、イリチルの方にもやってるからさ。だけ勢だって言ったら、まあ一番の希望はチソンだけど。俺もチソンがいいな。フルフカットでお願いします。まあそういう期待もね、今後も込めてね。で、まあドリームはでもいつも見ると、こう、期待感がすごく湧き上がってくる。んだなっていうのは思うけど。なんかもう楽しみだよね。テンション上がっちゃうからね。そうだからこんだけいつもさ、上げ上げの曲で上げてくれるけど、シックな曲でもう上げてくれる。そうだね。そこにこう、グループとしての成長が見えますね。感じではありますね。はい。間違いないです。じゃあ最後に滑舌が良くなったかどうかだけチェックして終わろうか。はい、どうぞ。When I'm ready to you. おじさんは成長しないってこと